タイリスト若狭の若狭チャンネル始まります。はい、皆さんこんにちは。スタイリストの若狭です。はい、今日はですね、皆さんのリクエストとか、なんかちょっとした質問コーナーをやっていきたいなと思っています。実はですね、前やったシャツの企画、白シャツをこうかっこよく着こなせてますか特集で結構反響が良くてですね、皆さんすごい参考になりましたっていうコメントたくさんいただきました。だから男性の方も結構見てくださったみたいで、本当にありがとうございます。で、それの流れもあって、ちょっとジャケットの袖のまくり方、それも知りたいですっていうコメントがあったので、まずそれは一つやってみたいなと思っています。で、あとですね、ボーダー、私も今日着てるんですけど、ボーダーが、大人っぽくどうしたら着こなせるかっていうのを知りたいですっていうリクエストもあったので、そちらも一つやりたいなと思っています。で、あとですね、足長に見えるコーディネートのコツ、それを知りたいというリクエストありまして、私も足短いので、すごいそれは考えながらいつもコーディネートをしてるんですけれども、そちらもちょっとポイントをお伝えできたらなと思っています。まず一つ目なんですけれども、一つ目はジャケットの腕まくり。シャツと同様、巻いていいのかって言ったら、それはちょっと若干違ってですね、シャツだとやっぱ薄手じゃないですか。なので、結構こう折り返してもいいんですけど、ジャケットだったらですね、生地も厚いので、折り返し方が微妙に違ってくるので、そちら、お教えしたいと思います。はい、ジャケット着てみました。紺色の、いわゆるベーシックな紺ジャケですね。今シーズンすごい流行ってるので、皆さんお持ちの方もいらっしゃるかと思うんですけれども、本当普通にシンプルな金ボタンのやつですね。多分若狭チャンネル見てくださってる方、これまた着てるなって思ってる人も多いと思うんですけど、大活躍中のものです。まず、シャツだとですね、結構倍ぐらいに折り返してたじゃないですか。袖口、カフスの場合は折り返したけど、これも自圧だし、そんなに折り返すこともできません。なので、一つ折り。幅これぐらいがいいかなと思ってます。で、裏地もね、これストライプなので、こういった中に裏地の柄がある場合は、本当見せて正解なジャケットなので、ぜひこういった腕まくりをしてほしいんですけれども、このままじゃちょっとかっこ悪いので、これをぐくっとですね、この肘のあたりまで上げてください。はい。で、これがですね、なんか中途半端にこの辺とかだと、ここに隙間ができてしまうんですよね。これがちょっと、これだとすごい子供っぽい感じになってしまって、すごく残念なので、これは、避けて、思い切って肘の方まで上げちゃってください。はい。で、あんまり、シャツとかだと結構薄手だったので、この辺のたるみもそのままで良かったんですけれども、ジャケットの場合硬い素材なので、あんまりこのシワ感が目立たない方がいいかなと思うんですね。なので、ちょっとこの下の方にこのシワあたりをですね、こうなくす感じにするのがいいのかなと思ってます。はい、できました。こっちも同じ風にやってみたいと思います。こんな感じでしょうか。ジャケットなんですけれども、ジャケット今シーズンすごくたくさん出ていてですね、麻のものだったり、カットソーの素材だったりとか、そういった柔らかい素材はもうぜひともこういった、袖まくってもらった方がこなれ感が出て、すごくいいかなと思います。逆にちょっとフォーマル系ちょっと光沢があったりとか、すごいシェイプされてたりとか、そういうのはあんまり腕まくりしない方がいいかなって私は思います。なんかちょっと古い感じになっちゃいそうなので、
そうですね。フォーマルジャケット自体はきちんと着る方がかっこいいかなと思っています。では次行ってみます。次はですね、ボーダーのお話なんですけれども、もういかにこれを大人っぽくかっこよく着られるかっていうのを、ぜひ学んでいただければなと思うんですけれども、やっぱりボーダーってすごいカジュアルなアイテムなんですよ。なので、本当疲れた時、もう絶対着ないでほしいなって思うんですけど、40代オーバーの方、元気で顔色よく、お化粧バッチリしてる時にぜひ着ていただきたいなと思ってます。私今日元気なので着てるんですけど、あとメイクもね、一応、ちょっとテカってるんですけど、一応してるので、着てる感じです。まずですね、一つのポイントとしては、ボトムスの選び方なんですけれども、ボトムをですね、綺麗めなアイテムを持ってくるといいのかなと思っています。センタープレスの入ったパンツだったりとか、あとちょっと光沢があるものだったりとか、このボーダーのカジュアル感をいかに落とすかっていうのが一番のポイントかなと思います。私はよくやるのは、ボーダーにパールっていうアイテムを足すことなんですけれども、こういった、結構多めに、つけました。これだけでもね、随分華やいだ感じに、エレガントな感じになったりしますよね。はい。で、白なので、顔周りもね、ちょっと華やぐ感じで、すごくおすすめなアイテムかなと思います。ちょっとここまでもやると盛りすぎだわって思っちゃう方もいると思うので、一連でも一つね、やるだけで随分ちょっと上品な感じになるので、ぜひやってみてください。ちょっと大ぶりなネックレスをしてあげてもいいかなと思います。もしもネックレスあんまりしたくないわっていうんだったら、耳元も少し大ぶりなものを合わすのもすごくおすすめです。はい、まずですね、こちらの、パンツきれい色の、センタープレスのクロップ丈のパンツを履いています。足首見せることにより、ちょっと女らしさが強調されるかなと思います。で、小ぶりのバッグだったり、ヒールの靴だったりは、上品さがプラスされるのでいいかなと思っています。で、先ほどもお伝えしましたが、ボーダーは結構アクセサリー結構重要なので、たくさんつけて大丈夫です。ボーダーがですね、やっぱり一番マックスカジュアルなアイテムっていうイメージなので、大人は1点でいいかなと思っているので、あとはもう全部パンツもきれいめで、バッグもちょっと小ぶりなもの、あとネックレスとかそういったアクセで、女性らしさを足す、そういった感じでどんどんきれいめを足していけば大人な着こなしになるかなと思いますので、ぜひやってみてください。はい、次はですね、皆さん結構ね、お悩みというか知りたいという方も多いと思うんですけれども、足を長く見せるコーディネートのコツを教えたいなと思います。これね、また別でちょっとたくさんやりたいなと思うんですけど、今日はちょっとポイントだけお伝えできればなと思っています。私も身長156センチで、そんなに背が高くバランスのいい方ではなく、全然ザ日本人体型で足も短いんですけれども、いかにどうやってバランスよく着れるかっていうのを、日々考えてはいるんですね。で、ポイントとしてはやっぱりちょっとウエストをマークすること、ウエストを見せることっていうのがすごい足長にバランスよく見えるかなと思っておりまして、ではですね、コーディネート2つ着てちょっと説明できたらなと思いますので、見てください。はい、まずはですね、ボリュームのあるちょっと丈が長めのトップスを着ています。ウエストをですね、ベルトでマークすることにより、そこから下が足に見える、ので足長効果が得られるかなと思っています。で、ボトムの色と靴の色をですね、同色にすることにより、ちょっとスッキリ感が生まれるので、そこもポイントかなって思ったりしてます。はい、次のポイントなんですけれども、派手色のトップスを着て目線を上に持ってくるっていう作戦なんですね。ハイウエストのインディゴワイドデニムを履いてるんですけれども、下半身に重みがある分、よりトップスが際立ってきて目線が上がりいいんじゃないかなと思います。揺れるピアスとかもね、おすすめなのでぜひトライしてみてください。はい、
になります。いかがだったでしょうか？今日はですね、皆さんのリクエストにお答えして、ちょっと企画を立ててみました。なんか参考になった点ありましたでしょうか？また当分外出とかもちょっとできそうにない状況なので、ちょっとストレスフルな毎日続くと思うんですけれども、せっかくなのでこういった機会にセンスを磨いて、今ある自分の持ち物をもう一回見直して、外出できるようになったらですね、もう本当思い切ってファッションを楽しんでもらえたらと思います。ではまた、若狭チャンネル見に来てください。よろしくお願いします。